こんにちは、ゆうかです。今日は初めての無人島に行ってみたいと思います。私、昔から無人島でサバイバル生活みたいなのにちょっと憧れがあったんですよ。今日はサバイバル生活とまでいかないんですけど、無人島で釣りしたりとか島を探検したりのんびり過ごしてみたいと思います。今は横須賀中央駅の三笠ターミナルに来ています。今回行くのは猿島といって東京湾に浮かぶ唯一の無人島なんですよ。ここの三笠桟橋から船で10分ぐらいで行けるのでアクセスもかなりいいんですよね。それじゃあ最初に船のチケットを買っていきます。大人1人2300円ですね。ちょい高。じゃん、チケット購入できました。2300円でちょっと高いなって思ったんですけど、なんとこのチケット船の往復料金とあと猿島公園の入園料も入っていたそうです。そう考えたら無人島でこの料金で行けるの逆に安いぐらいですね。フェリーターミナルの中はこんな感じでお土産が売られたりしています。美味しそう。見て見て、海軍カレーだって。うまそう。見て見て、5000円もあるよ。びっくり。ちょっとこれ買おうかな。船の出港まであと10分です。予想以上に人が多すぎてきょろりそう。無人島だよね。あそこにちらっと見えてるのが猿島ですね。結構近い。泳いでも行けそう。それじゃあ船に乗り込んでいきます。シーフレンドゼロって書いてある。友達0人ってことかな。一緒だ。本線無人島猿島に向け両決行いたしました。走行中の2月の影響を受け、本線大きく揺れる場合がございます。お席お立ちになられるお客様、足元には十分ご注意ください。本日沖合で待つと大変揺れてきますので、移動される方、そして移動されない方も分かるものにお下がりいただき、十分にご注意ください。到着しました。猿島。すごい、めっちゃ無人島っぽい。あっという間に着いちゃいましたね。10分間めっちゃ早かった。さっきフェリーの中で買った5000円を紹介しようと思ったんですけど、そんな時間もなかったくらい一瞬でした。ということで今紹介します。じゃーん、猿島の5000円ゲット。あっちの方に富士山も見えてますね。めちゃくちゃ景色がいい。晴れてくれてよかった。見てください。猿島はガチの無人島なので宿泊施設がないんですよ。なので最終便の船が17時なんですけど、それに乗り遅れたら取り残されてしまいます。こんな感じでね、船は1時間に1本出てますね。今日は17時に帰る予定です。おー、青い海に青い空、絶好の釣り日和ですね。猿島のマップがこんな感じになってるんですけど、だいたい今はこの辺にいます。それじゃあ先に進んで探索してみましょう。見て見て、レンタルショップがあるよ。ここでバーベキューコンロを借りたり釣りセットをレンタルすることができるそうです。ここは猿島なんですけど、お猿さんがいるわけじゃないんですよ。猿島って聞くとお猿さんがいるのって思うかもしれないんですけど、そう、いないんですよ。猿島の名前の由来は昔遭難していた僧侶をお猿さんが助けたっていう伝説から来ているそうです。やばい、結構坂道で疲れてきた。いい運動になりますね。ここの猿島はあんまり広い島ではなくて、だいたいね一周回るのに1時間ぐらいかかるんですけど、1時間あれば全部回りきれるそうです。頑張って歩いてみます。今10分ぐらい歩いたんですけど、もうこの辺まで来ましたね。早いな、進むのが。展望台に着きました。めちゃくちゃ眺めがいい。富士山と
みなとみらいも見えますね。ちょっと休憩。いやいいですね、無人島。今日は休日を使ってここに遊びに来たんですけど、のんびりできて最高です。普段私旅行するときは最近は都会に行く方が多かったので、こうしてたまにはのんびりできるところに来れてすごいリフレッシュになっていいですね。おー、神秘的なトンネル。すごい声が響く。映画とかでありそうですよね。このトンネルを抜けたら異世界みたいな喋る猫とか出てきそう。すごい。見てください。猿島で一番有名なレンガのトンネル。このトンネル実はただのトンネルじゃなくて、実は軍事施設の跡らしいんですよ。猿島は昔東京湾を守るための要塞の島だったらしいです。一応少し勉強してきたんですけど、このレンガの積み方が長い短い長いってなっていて、なんかね、長い長い長い短い短いっていう積み方もあるんですけど、フランス式とイギリス式が混ざって、これはねヨーロッパ式の積み方らしいです。ちょっと間違ってたらすいません。いや間違ってるかもしれないな。やめとこう。お芋の花広場から階段で降りれるところがあるんですけど、ここを降りると海が目の前に広がっています。そしてめちゃくちゃ岩がゴツゴツしてる。ちょっと行ってみますか。ここはめちゃくちゃ釣りができそうなスポットなんですけど、ちょっと足元が危ないんですよね。今日はライフジャケットとか靴、スパイクとか何も持ってきてないので、ここからの釣りは今日はやめておきます。もう一箇所ね、砂浜から釣りができるところがあるんですよ。そっちに行ってみたいと思います。一周回って最初の砂浜のところに帰ってこれました。本当に一周1時間ぐらいでしたね。あっという間に全部回れちゃいました。よし、釣りの準備ができました。釣り竿は最近よく使ってるダイソーの釣り竿。仕掛けは今日はちょい投げを使ってやっていきます。そして昨日横須賀中央駅付近の釣り具屋さんで買った磯目じゃん。今日も青い染めを使って釣りをしていきます。さっきのお芋の花の方は結構風が強かったんですけど、こっちはポカポカしてて結構あったかい。磯目を針につけていきます。こいつらめっちゃ動くな。磯目とも結構長い付き合いになってきましたね。前回ちょっとちっちゃい仕掛けを使っていたので餌がつけづらくて、今日はね7号の仕掛けを買ってみました。よし、セット完了。それじゃあ無人島での釣り第1投目。これ結構遠くに飛ばさなきゃだよね。せーの。いいかな、どうかな。浅いかな、もっと遠くかな。ちなみに今日釣りしてる人は誰もいないですね。私だけです。あんまり人気ない。あと一回引き上げよう。もっと遠くに飛ばしたい。なんかゴミついてきた。海藻が引っかかっちゃった。よし、じゃあここの無人島の島の名前、猿島じゃなくて私が別に考えました。その名前はカッコン島。ダメだ、ちょっと待って、全然うまく投げれない。猿島では東京湾でよく釣れるお魚が釣れるんですけど、メバルとかカサゴとかクロダイとかシーバスがよく釣れるそうです。夏になるとねキスとかも釣れるらしいんですけど、だいたい5月頃から釣れるらしくて、今の時期はねまだ釣れないかもしれないって昨日釣り具屋のおばちゃんに言われました。一回引き上げてみよう。いなさそうだな。ダメだ、食べられてもない。磯目いないのかな、お魚。せーの、よいしょ。
全然釣れないですね。釣りを始めてだいたい2時間ぐらい経ちましたが、今のところまだ坊主です。猿島で釣りをしている動画を上げてる人を見たんですけど、20匹ぐらい釣れてたんですよ。なんでこんな釣れないんだろう。話が違う。時期の問題なのかな、それとも私の問題。今年の夏は本当にサバイバル生活してみたいけど、この調子じゃ私1日目で食べ物なくて生き残れないじゃん。不安になってきた。今の時期だとカサゴが釣れやすいらしいんですけど、カサゴはね、一応私釣った実績はあるんですよ。今日はダメだな。釣りたいですね。ガラカブ、あ、方言出ちゃった。もっと遠くに飛ばさなきゃダメか。せーの、ほっ、あ、行ったんじゃない。これがダメだったら一旦休憩がてらご飯食べようかな。夏のサバイバル生活本番ではね、自分で釣ったお魚を焼いて食べたいんですけどね、今日はまだそこまでじゃないからね、後でレストランに行こうと思います。何人か釣り始めた人がいて、さっき情報交換したんですよ。釣れましたかって聞かれたから、全然釣れてないんですよねって言ったら、みんな私もですって言ってて、誰も釣れてなかったんですよね。だから慰め合ってました。引き上げろ。あ、餌ない。ちゃんと口から通したのにないから食べられてんのかな。でもそんな感じもしないよね。第1ラウンドは坊主でした。ガビーン。猿島のレストランオーシャンキッチンにやってきました。無人島なのにレストランあって最高。メニューはこんな感じで結構美味しそう。これなら釣れなくてもギリギリ耐えれそうですね。お昼ご飯はじゃーん、横須賀海軍カレーを頼んでみました。これね、牛乳もついてたんですよね。大阿蘇牛乳。それじゃあいただきます。乾杯。いや、これは違うんですよ。猿島に来て気分がウキウキってなってつい頼んじゃいました。少し甘みがあって美味しいですね。エビの唐揚げも頼んでみました。いつか自分で釣りたいな。今日釣れなかった原因は主に2つあると私自分で分析していて、1つはまず季節、ちょっと寒いからもうちょっと暖かい方が釣りやすそうだなって思いました。あともう一つは単純に技術の問題だと思うんですよね。私が全然遠くに飛ばせてないから、多分海のね、浅いところまでしか行ってないから、お魚がいないところにしか行ってないんですよ。この今日使ってるダイソーの釣り竿も短いから、それも良くないのかもしれないんですけど、多分単純に技術が足りないですね。どうしたら遠くに飛ばせるんだろう。今回こうして初めて無人島に来てみたんですけど、結構楽しいですね。今年の夏は絶対サバイバル生活やりたいから、もしなんかそういうサバイバル生活ができそうな無人島、釣りしたりとかテントを張ってキャンプしたりとかできそうなところがあったらぜひ教えてください。あと無人島を持っている方、持っている企業さんとかもしいたらぜひ連絡お待ちしてます。ぜひ行かせてください。ごちそうさまでした。美味しかった。もう猿島はね、結構満足いくくらい楽しめたんですけど、まだ釣りにちょっと未練があるから、釣り第2ラウンドやってきますか。もうちょっと粘りたいと思います。よし、第2ラウンドやってきました。ご飯を食べてパワーをつけたので、第2ラウンドは絶対釣れるはず。あっちの方でめっちゃ魚が跳ねてるんだよね。ってことはあっちまで飛ばさないといけないのか。飛ばすぞ。できるだけ近くまで行って、せーの、それ。
結構ね魚が跳ねてるんだよね、さっきから。気長に待ちますか。でも今日は全然根がからなくていいですね。砂浜だからなのかな。結構釣りがしやすいです。よし、遠くに飛ばすぞ。ちょっと助走つけようかな。せーの。はっ、あれ全然ダメだった今日で多分釣り4回目なんですけど、そのうち1回が坊主で2回は3匹ずつ釣れているので2勝1敗ですね。だから今日釣れなかったら2勝2敗になってしまう。まあ今日は1匹でもいいから釣りたい。いやー全然ダメですね。今日は全く釣れない日です。猿島は釣りやすいって聞いてたので、あらかじめ釣り具も結構準備してたんですよ。このバケツでしょ、あと仕掛けも12345個買ってました。まあこんな日もありますよね。釣りは諦めて可愛い貝殻でも集めたいと思います。見て、いっぱい集めた。可愛くないですか。白い貝殻、これは紫パープルの貝殻、これでっかい貝殻、こうやってシャベルにもなります。ということで今日の釣果は0匹でした。まあ今日のね目標は釣りもまあそうなんですけど、一応無人島で自然を楽しもうっていうことだったので、それは達成できたから良かったです。今年の夏に本当の無人島に行くときは、ここも一応無人島ではあるんですけど、ちゃんと無人島でサバイバルをするときは自分でお魚を釣ってさばいて食べるとこまでやってみたいなと思います。最後に恒例になってきましたが、今日は皆さんにプレゼントを買ってきました。今日のプレゼントはじゃん、海軍カレーと猿島チップス。普通にめっちゃ美味しそうだな。それじゃあ今日のキーワードを発表したいと思います。今日のキーワードはこちら、当たるのウキウキ。これでコメント待ってます。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。ちなみに自動販売機の価格はコーラが250円、お水が200円、結構高めですね。まあでも無人島で飲み物を手に入れれるなら安いですね。やばい、カレーめっちゃうまいな。なんで？やばい見て見て、すごい砂鉄が集まってる。ぼやけてて見えない。船最終便の量くれたら怖いから1個前のにしよっかな。いやでも長くいたいから最終便にしよっかな。でもさ怖いよね、置いてかれたら。1個前どうしよう。